見えなかったもの、地下に眠っていた資源や才能や力が最も力強い形で現実化していくというのが、こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、いよいよ2026年1月27日、何が起こるか。そう、海王星がお羊座へと入ります。私にとっても皆さんにとっても人生初めてのことですし、最後の体験となります。12星座別の星読みもあるので、ぜひ最後までご覧ください。2025年3月に一度足を踏み入れましたが、逆行を経て一度魚座に戻って、ここからなんと2039年まで約14年間ですね、私たちは人生初のお羊座海王星期を体験することになります。海王星の公転周期は約165年ですから、前回海王星がお羊座にいたのは1861年から1875年、日本でいう幕末から明治維新の時代でした。この歴史を紐解くと、これからの14年間何が起こるか分かります。その予告ができますので、ぜひ楽しみにご覧ください。何歳からでも魂の使命に気づけば生まれ変わることができる。これが私の提唱する新時代先生術の教えです。そういう再誕生のエネルギーが満ち溢れるのがまさにこれからですから、どう乗り切っていけばいいのか一緒に探っていきたいと思います。まず海王星の役割とこれまでの14年間について見ていきましょう。冥王星や海王星はゆっくりと移動して時代や世代を形成していきます。そしてサインを14年程度のサイクルで移動するたびに世俗的なスタンダードな価値観っていうのをもう一個ずつ終わらせていくという役割を持ってます。さらに目に見えないもの、精神性、スピリチュアリティ、そして私たちの魂の旅、つまりソウルジャーニーを担当するのも海王星です。2011年からの14年間、この海王星はホームグラウンドである魚座にいました。この期間、ヒーリングとかスピリチュアリティに目覚める人が本当に増えたと思います。内側の幸せが大切だと気づき始めた方も多かった。でも、魚座のエネルギーには境界線が曖昧ということと、似ているけど全然違うよっていうエネルギーの見分けがつきにくいという特徴もあります。ですからスピリチュアリティの世界でも本質を深く学び、真実を研究するっていうものと、ただ現実と非心地よさだけで利用するっていうものが混在して、どこか混沌としていたというのも事実です。なんか違うんだよね。なんか自分の本質に近づいてないし、普通に幸せになってないし、曖昧になってるだけだ。間違ってるかもって感じながらも、その正体や解決策がはっきり見えず、霧の中にいたような感覚でいた人も多かったと思います。そしてお羊座海王星時代が幕開けしていくと、魂の戦士として生きる人たちが増えていきます。今度は始まりと行動と明晰さのサインであるお羊座へ移動するわけです。これは皆さんが何歳であっても、これから新しい魂の旅を始めることが可能だっていう宇宙からのメッセージです。何度も同じことを言いますよ。大事なことは何回も言います。そしてもっと具体的にどんな時代になるのかっていう手がかりを得るには、海王星が前回お羊座にいた時に何が起こったかを見ればいいわけです。いつも言っておりますが、占星術は星座と天体の意味を知って、それを愛に組み合わせて無理やり12タイプに押し込めて占うような分類学ではありません。それと一緒にしてはいけないんです。もっとすごいもの。星術はね、歴史っていう確かなデータがあります。そのデータとその時のアスペクトを分析し尽くしていけば、ちゃんとした結果に基づいた説明のつく予告ツールです。そんな風に受け取っていただきたいと思います。そうすると、前回のお羊座海王星期は、日本では薩長同盟、大政奉還、明治維新、鎖国から開国へ、国そのものの構造がもう全く変わった、ちょんまげがなくなってみんな洋服着るようになった、この時期なんです。そしてアメリカでは海王星がお羊座に入ったわずか2日後に南北戦争が勃発しました。そして奴隷解放という大きな理想が掲げられました。でこれが面白いんですが、1967年にはアメリカがロシアからアラスカを買い取ってます。当時は巨大な冷蔵庫を
高額で買った、なんて愚行だってバカにされたんですけれども、その後、現代では歴史的に大成功だと最も素晴らしい買い物だと言われています。その後、実はこのアラスカで金、石油が発見されたんですね。しかも軍事的にも重要な位置となりました。これがね、巡り巡って同じ海洋性を七崎に、また今話題の、今度はグリーンランドです。アメリカが買おうとしてますね。もちろん軍事的な拠点っていうのもありますけど、ひょっとしたら同じように温暖化で氷が溶けると、レアアースとか石油とかガスへのアクセスなんかも期待できるのかもしれません。他にも世界ではニューヨークの証券取引所が初めて開設されたりとか、ロンドンで世界初めての地下鉄が開通しました。もうこれでわかりますよね。共通しているのは初めて、それからそれまで見えなかったもの、地下に眠っていた資源や才能や力が最も力強い形で現実化していくというのがお羊座海王星時代なんです。海王星は見えないもの、地下の資源、精神性、魂のジャーニー、魂の夢や目的。何回も同じことを言いますが、大事なことは何回も言うのが私のポリシーです。担当してます。この幻想的な天体が火の活動球のお羊座に入るので、今までぼんやりとしていた夢とか目標、霧の向こうに見えていたゴール、これが開拓可能な道っていうのが明確に示されていく時代です。日本の幕末に目まぐるしく起こった変化のように、鎖国、この間までしてた国が開国して、廃藩置県など地域が独立していって、そこから経済成長を一気に遂げて、鎖国してた国と思えないぐらい世界を抜かす勢いで日本は成長しましたよね。これが眠っていた日本の力が目覚めた時なんです。そしてアメリカで起こっていたような奴隷解放とか、みんなの魂の才能を解放していくってことが起こったのがあの時代なわけです。精神的な成長と大きな夢を掲げる海王星がお羊座の情熱と行動力と出会うとすごいことが起こるんです。自分自身の精神性を武器にしながら理想を形にする魂の戦士、ソウルウォリアーが生まれる時代ですね。そして並行して海王星の得意な心理的な戦略をお羊座のように実行できるカリスマ的なリーダーが生まれてくる可能性もすごく強いと思います。それからですね、この時代メディアのあり方も大きく変わります。海王星はプロパガンダも、象徴する天体ですが、お羊座に入ることで嘘が通用しなくなります。2025年からすでにお話ししていますが、もうオールドメディアはもうなくなる、弱まっていく。一人一人が自分の目で真実で見たものだけで判断するようになります。で、ここで大事なのがフラクタル構造という考え方です。ちょっと他の動画とかでちょこちょこ話してるので、興味ある方は見ていただきたいんですが、私の始めたこのセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座でもこのお話をしますが、世界っていうのはですね、小さな一部が全体を作っている。これが真実です。家族の一人一人が心が満たされていればその家族は平和だし、平和な家族が集まっている町は平和な町で犯罪がないし、それがまた世界の平和につながっていく。国を動かすのはトップでなくて、政治家でもなくて、私たち一人一人の意識なんです。なので、フェイクなニュースに惑わされず、恐れずに、私たちが満たされて幸せを信じていれば、世界はそうなる。私たちの一人一人の意識が大事っていうことですね。そのための心の在り方、それがそのまま新しい世界になるよっていう考え方、これを私たちは育てていくべき時でもあります。で、一つだけですね、気をつけてほしいことがあります。海王星がお羊座にあるときは、盲信的なエネルギーとかカルト的な、指導者に惹かれやすい時期でもあります。世界が大きく動くので、不安から誰かに全肯定してほしいっていう気持ちが強くなりますが、そこは冷静に見極めていきたいというところですね。この14年間はもう確かに穏やかな流れではないんですが、決して恐れないでください。これは世界を壊すためではなくて、本当に満ち足りた世界へ変容するために絶対必要なオペレーションです。どうしても手術が必要だということなんですね。
で、このセプタグラムの教えにある7つのボディ、これ何度もご紹介してますが、本当に私のところにある時降りてきて、そのまんますぐに登録商標を日本の特許庁にして出して、悪用されないように守っているんですが、どうぞ皆さんは悪用しないので、どんどんこのエネルギーを受け取っていただきたいと思います。これが幸せになるための心の中心を持つ生き方なんです。ここには7つのボディが書かれています。体、感情、魂、マインド、感覚、小宇宙。全部言いました？はい。体、感情、魂、心、マインド、感覚、小宇宙、7つ。この7つのボディを統合する生き方を常に意識することです。そうすると、すべての問題は自分で解決できる人になります。依存っていうのを捨ててアイデンティティを築いていくことができます。夢を夢で終わらせないためのシンボルです。ぜひ皆さんも最高の未来を上書きし続けることをここでコミットしてください。この七芒星の神様本当に強烈ですので、ぜひ皆さんこの下のコメントにポジティブな自分の未来を書いてください。で、私はクリスタルグリッドをいつも貼っております。皆さんの書いてくれたメッセージ、コメントはそのまんま皆さんの元に跳ね返るようにちゃんと意識しています。なので皆さんがポジティブな自分の未来を書けばそれがちゃんと皆さんのところにやってきます。そんな風に思ってぜひポジティブなコミットをしてください。それでは最後に14年間続くお羊座海王星期についてどの分野に光を当てて霧を離していくのかというシンプルな、アドバイスをいたします。で、これはですね、太陽星座でいいですが、ほとんどの方がそれしかわからないと思うので、ですが、本当はご自身のホロスコープで一番強いエネルギーを持つ星座は太陽星座じゃない可能性もあります。私の個人セッションをしていただいた方は、本当はこれよっていうのを必ず皆さんにお話ししてるんですが、それがわかる人はそっちの方を見てください。わかんなければもちろん太陽星座でも OK です。では、お羊座から、そしてですね、ちょっとここではシンプルなことしかお話できませんが、もうこの14年間ですから、とっても分厚い大事な星読みが必要かと思い、それはこのキャプションに記載されている私が毎日書いている星読みノートの方に書いて、ちょっと、お金はかかる記事もいくつかありますが、ノートでテキストは読んでいただけるものもいろいろこれからも今後もありますし、これまでもありますので、先生術ね、興味のある方はぜひノートの方もご覧ください。で、ここではちょっと簡易12星座別のアドバイスだけさせていただきます。お羊座、直感力が冴え渡るので、理屈よりも魂がやりたいと言ってるかで決めてください。あなたがパイオニアとして生きることが世界を癒す力になります。お牛座、目に見えない世界や潜在意識からのメッセージが強まる14年間です。スピリチュアルな学びを現実に落とし込むことで真の安定が見えてきます。双子座、未来へのビジョンや志を共にする仲間との関係がリニューアルされます。これまでの損得感情ではなく、魂レベルで共鳴できるコミュニティを形成していきましょう。蟹座、単なる仕事ではなく魂の使命へとシフトしていく時期です。自分の才能を信じて表舞台へ飛び出しましょう。獅子座、これまでの古い信念を書き換えてより高い視点から世界を見ることになります。あなたの発信する言葉や哲学が誰かの希望の光となります。乙女座、人との深い関わりや共有する資源の使い方が変わります。目に見えないエネルギーの循環を学ぶ時です。あなたは受け取ることをもっと自分に許す必要があります。天秤座、あなたが自分を 100% 生きることで鏡のように最高のパートナーシップが現実化していきます。蠍座、日々の習慣や働き方、心と体の統合がテーマです。魂が喜ぶライフスタイルを選択することで、あなたの生命力は最大に輝き始めます。射手座、自己表現と独創性が爆発する14年間です。内側にある情熱を創作的な活動を通して外に出してください。ヤギ座、基盤、家族、そしてあなたの居場所が新しく生まれ変わります。この時期は自分の内側の安心感を育てることに光が当たります。水亀座、コミュニケーションと学びの質がより直感的で深いものへと変化します。マインドだけでなく魂の感覚を使って情報をキャッチしてください。魚座、
価値観と豊かさの基準が変わります。これまで海王星が14年間あなたの星座にいたわけですが、そこで育てた精神性をいよいよ形にしていく時です。では最後にこの宇宙からメッセージを受け取れるツール、ありがたいセプタグラムのカードからこれを見ている皆さんに最後の一つメッセージ。マカバです。私がいつも、これはソウルの形ですね。自分のソウルのお腹の中にあるソウルに、おへそのところら辺にありますソウルに手を当てて、自分が本当に求めている道をいつも確認してから進むようにしてください。ということで、みんなで素敵なお羊座海王星14年間を迎えていきましょう。どこかで私たちはつながっている、どこかで助け合うこともできます。ということで、素敵な海王星お羊座期を